通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、タイの e スポーツ選手、東京ガールの話題になります。なんとですね、今回シーゲームスでチートをしたとして大炎上しておりました東京ガール、彼氏ともども逮捕されました。これに伴いですね、その内情ですね。なんでね、チートをしておきながら負けてしまったのか。さらにはこの彼氏がなんで東京ガールを助けていたのか。これどうやらですね、色恋だけの問題ではなかったようなんですよ。このあたりもね、明らかになっておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、なんと皆さん、続報ですよ、今日。すごいですね。まだ情報が出てくるということで、先日もね、こちらの動画でお伝えしましたが、タイの e スポーツ選手、東京ガールですね。これなぜかね、東京という名前がついているんですが、日本関係ありませんよ。これ東京ガールという愛称、ニックネームなんですが、ちなみにね、今回この件で家宅捜査を受けているようで、こちらの記事になるんですが、はい、ここね、キティちゃんいますね。ここね、ジジもいます。ということで、この東京ガールね、シンプルに日本が好きなんですね。だから東京ガールなんじゃないかなと思いますが、こういう人なんですよ。この彼女がですね、今回、ついに彼氏ともども逮捕されることになりました。でね、詳しくはね、以前これに関しては動画ね、2本ほど出ておりますので、そちらをご覧いただきたいんですが、ちょっとざっとね、ここまで時系列を整理していきますね。まずですね、この舞台になったのが、こちらです。シーゲームスというね、東南アジア競技大会。これはですね、国際オリンピック委員会、IOC の監督下にあります、東南アジアで開催されるオリンピックと思ってください。つまりはこの東南アジアの国々がそれぞれ代表を出して、ここで戦うというわけですね。で、この競技はですね、こちらにもありますが、これね、e スポーツ専門の大会というわけではなくって、本当ね、スポーツが行われている大会です。で、この中に e スポーツの部門があるんですね。今回はここが舞台になりました。そしてこの大会の中では、アリーナ・オブ・バラ。こちらですね、アリバラしようぜと、このように書いてありますが、これつまりはね、スマホゲーなんですね。この大会が開催されました。なんですが、この試合中ですね、タイ代表として出場しておりました東京ガール。明らかに挙動不審となっておりまして、もうね、誰がどう見てもその行動がおかしいんですね。スマホを隠してみたり、周りの目を気にしてみたり、それはおかしな行動をとります。で、どうやらですね、これは、本来計画したチートの計画が思うようにいっていなかったんですね。するとどうやら、このね、東京ガールが使っている端末の中に、禁止アプリがインストールされていたのではないか。このように言われまして、で、実際タイはね、この大会からの撤退を余儀なくされることになります。なんですが、このね、他のチームメイトに関しては、この東京ガールが不正をしているというのを知らなかったようで、このね、シーゲームスというのは2年に1回開催されるんですが、みんなね、この2年間、この大会に向けて練習してきたわけでしょう。この結果を受けて、出演したテレビ番組でね、泣いてしまうという場面も見られました。で、どうやらですね、この日、この東京ガールというのは、この会場であれだけね、挙動不審だったのは、パニックを起こしたからだったんだと、このように主張しまして、実際ね、病院に行ったそうです。で、私はね、何もしてませんと、この件でね、炎上しているということについては、今知りましたと、このように潔白を主張します。なんですが、その後ですね、東京ガールの彼氏が現れまして、これね、タイのプロゲーマーです。この彼が、実は自分が替え玉をやっていましたと告白することになります。で、実際ね、こちらが本人の TikTok アカウントなんじゃないかなと思うんですが、これね、キーリオと読むんですかね。ここね、可愛い猫ちゃんがおりますが、これだけ見るとね、なんか悪い人ではないような気もするんですが、現在はですね、これ、動画1本だけ投稿されているという状態になっておりまして、ここでね、今回の件、釈明するんですね。そして全面的に非を認めて謝罪することになりました。ということで、ここまでがね、これまでの大まかな流れになっています。そして今回、こちらに見えております、東京ガールとその彼氏、ともにですね、逮捕されることになりました。タイの e スポーツ選手とそのボーイフレンドが、チート行為のため逮捕された。実際にプレイしていたのは彼だった。タイ当局は第33回シーゲームズを揺るがした不正スキャンダルをめぐり、東京ガールとチーリオを逮捕した。両名は容疑を認めていると報じられている。犯罪抑制局は、これね、タイ警察の中央捜査局の中の部門のようですね。犯罪抑制局は、東京ガールとして知られる、ここね、2人の年齢出てくるんで、よく覚えておいてくださいね。29歳のナパット・ワラシンと、チーリオとして知られる23歳のチャイヨが、2025年12月16日に行われたアリーナ・バラの大会に関連するコンピューター犯罪で起訴されたことを確認した。当局は、両名が制限されたコンピューターのアクセス認証情報を共有するために共謀し、大会期間中保護されたデータへ不正にアクセスしたと主張している。
犯罪抑制局司令官、ここね、名前が難しい。パッタナサック・プッパスワン少将によると、この事件は東京ガールがシーゲームスの試合中に無許可のソフトウェアを使用し、替え玉選手を使用したことに端を発している。ということで今回ね、こちらに見えております東京ガールと、その彼でありますプロゲーマーのチーリオが逮捕されました。ちなみにね、この e スポーツのチート行為がコンピューター犯罪として扱われるのは e スポーツ史上初だと報じているメディアもありまして、ちょっとね、これ本当に前例がないのかというのは調べきれなかったんですが、いずれにせよこれはね、かなり異例の出来事だと、これは間違いないようですね。そのぐらい今回のこの件というのは大事になっているということです。で、それがね、こちらの2人になるんですが、どうですか皆さん。これまでの印象だと、こっちに見えている彼ですよね。彼が、お兄さんでね、キャリアも長いしゲームも上手いから、この彼女のために一肌脱ごうと、なんとなくぼんやりそんな構造を想像してませんでしたか？なんですが、実際はですね、このね、東京ガールの方がはるかにお姉さんで、これね、29歳。彼はね、23歳だったんですね。この年代のこの年の差って結構大きいですよね。実は東京ガールの方がはるかにお姉さんだったと。で、今回のこの一件に関しましてはこちらですね。タンニエンというね、これベトナムのね、大手新聞社の公式サイトです。ここにね、その細かいディテールというのが書かれているんですよ。それがね、こちらになりまして、ちょっとね、翻訳機頼りになってしまいますが、試合中、審判は東京ガールが頻繁にスマホの画面を切り替えているという不審な行動を発見した。スマホを確認したところ、大会運営側がそのスマホにディスコードアプリがインストールされており、チーリオとの通話が開かれていたことを確認した。警察への供述によると、東京ガールはカメラの向きを確認し、その後、発覚を避けるために2台のスマホを重ねて使用していたことを認めた。これで不審な動きになっていたわけですね。カメラの向きが変わると、彼女はすぐにそれを切り替え、スマホを机の下や足の間に隠し、別の端末を代わりに使い続けていたという。つまりチート用のスマホを別途持ち込んでいたということなんですね。これ以前の動画でね、なんでスマホを使うのに大会側がこのスマホをチェックしないんだと、このように言ってらっしゃる方いましたが、そもそもそれとは別にチート用の端末を持ち込んでいたんだと、すり替えていたんですね。そしてここからね、何やらおかしなことになっていくんで、ちょっとよく聞いておいてくださいね。チーリオはパスワードを変更されるのを防ぐため、事前にログインしておく役割を与えられていたと述べた。試合当日には彼は引き続きログインし、画面を共有して東京ガールが確認できるようにしていたという。しかし試合中、大会運営側が異常な動きを察知してパスワードを変更。その結果、アカウントはログアウトされた。東京ガールは発覚を恐れ、その後の試合を自らプレイせざるを得なかったとチーリオは供述している。ということで皆さん、以前はね、このプロゲーマーの彼氏が替え玉でプレイしておきながら負けたと言われていたんですね。なんですが実際はですね、この計画というのは試合途中に運営側にね、パスワードを変えられてしまったため、以降はね、東京ガール自身がプレイしていたと、これだから負けたんですね。これ腑に落ちる話ですよね。なるほどと。でね、さっき見ましたこちらの文面、なんかね、おかしくありませんでした。彼の指示によって東京ガールが動いているように思っていませんでした。でもちょっとこの文おかしかったですよね。自分はね、そういった役割を与えられていたんだと。彼はこのように証言していると。さもね、東京ガールが指示しているような書き方でしょ。これね、そうだったんですよ。この記事の最後にね、衝撃的なことが書かれています。彼は自身が経済的困難を抱えており、東京ガールから支援を受け、仕事も任されていたため、その依頼に従い続けていたと説明している。ということで、皆さん、こういうことだったんですね。つまりはね、この二人というのは、このね、29歳の東京ガールが、この年代としてははるかに年下になります。この23歳の彼を事実上囲っていて、金銭的な支援も受けていたんでしょう。仕事も任されていたと。様々な支援を受けていたので、その一環にこの汚い仕事も含まれていたと。こういうことだったんですね。だから、さっきね、ちょっと悪そうな人に見えないという話しましたが、多分ね、もう耐えられなかったんでしょうね。この TikTok でね、全面的に謝罪したということになったんでしょうね。だって、平謝りでしたもんね。ちなみにね、シーゲームスで勝利した場合は、最新モデルのね、iPhone、これをもらえるという約束だったそうです。これね、タイだとどのぐらいの相場かはわかりませんが、日本だとどうですか？ 20 万円前後するんでしょうか。23歳にとっては大きいですよね。そしてね、彼女はこれですから。そういう風に見えますよね。そして最後ね、こちら警察からの見解というのが出ています。CIB、これね、中央捜査局です。国家代表のユニフォームを身にまとうことは、選手にとって最大の名誉であり、国家の名誉を個人的な利益と引き換えにすることは決して許されないと強調した。本件は現在起訴段階へ移行しており、タイの法律に基づいて裁判にかけられる予定となっている。はい、ということで本日はですね、
先日、シーゲームスを舞台にして起こりました e スポーツの大スキャンダル。これを受けまして、渦中の東京ガールと、その彼が逮捕されたという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いやー、どうですか？e スポーツで起こったね、一つのチート騒動と思っていたら、とんでもないことになったでしょう。今回ね、これにまつわるおおよその構図というのが見えたんじゃないかなと思います。なんかこれ体当たりで映画化されそうな気もしますが、どうなんですかね。で、これに関してはね、これから裁判が行われるということですので、その結果に注目が集まっているということなんじゃないかなと思います。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。